はい、山口です。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。今日は何ですか？人生100年時代とか言われて、寿命がどんどん伸びているというような、早めにパーッとこうやりきって、パーッと死ぬっていうのが結局いいんじゃないかなと。なんかたらたら生きてる意味あるのかなっていう。寂しいこと言うよね。そうだね。これ日本のデータなんだけど、プラン75っていうね、安楽死の映画がね、75歳以上がすごい見たっていうね、吉永小百合さんが出てるのかな。これがもう3年ぐらい前の映画だと思うんですけども、でも一方でね、パーフェクトワールドっていうね、役所広司のね、映画を大ヒットしたわけ。淡々と生きるっていうのをね、どっちがいいのっていう、安楽死するのか、淡々とね、公衆トイレの掃除をしながら淡々と生きることもいいのかと。そういう話をする前に、データとしては、まずその日本では100歳まで生きたいと思っている人が 31% しかいませんと。20代の 70% が未来に希望を持てないというふうに思っているんだよね。明確に分かりやすいのが、まず社会の新陳代謝が進んでない上に、経済的に伸びてないよね。つまり伸びてない上に長生きしている人が増えるからさ。そうすると、パイが少ない、どんどんパイが少なくなっていくからね。その、生まれてる人数もどんどん少なくなっている。100万人からどんどん減ってって70万人、そして50万人を切るみたいな形で、若者はどんどんマイノリティになってきて、社会の中でも居場所がない。でも社会全体も伸びていかない。という中で言うと、仕方ないなっていうふうに思うんですが、それいう事実があった上で、人生をやっぱ捉え直さなきゃいけないなっていう話が一個。で、もう一つは、現実的な処方箋として、おそらく長生きすることがしんどいっていうのは、経済的にもしんどいねっていう現実があって、それを解決しなきゃいけないと思ってるんだよ。それは若者だけじゃなくて、年配の人もそうなんだけど、長生きのリスクといって、長生きをすればするほど、どんどん貧しくなっていくという問題なんだよね。そうすると、生活のクオリティがどんどん下がっていくじゃないかと。だから長生きしたくないっていう。これは極めて経済的な、わかりやすいロジックだと思うんだよね。これまでは定年までに1億貯めようとかね、2000万足りないだとかね、いろんな話があって、65歳までに働いて、それ以降お金を運用しようというようなフィナンシャルマネジメント、資産運用を奨励していたし、そういう感覚があったと思うんだよね。だけど、僕はここはね、全く考え方を変えるべきだ時代に入ったと思っていて、金融資産でなく健康資産に投資をした方が、実はコスパがいいというような時代に、大きくパラダイムが変わったと思ってるんですよ。これによって長生きをした時にどんどん貧乏になっていくということは逃れることができると、まず思いますと。で、まずね、その資産運用というのは結構厳しい時代になってきた。というのは、この30年ぶりに多分若い人は経験したことないインフレというものが出てきた。つまり物価が上がっていくんだと。これなんか物価が上がってきてなんだよね。今までずっと下がってきて、なんかハンバーガー100円の時代もあったのに、なんか急に上がってきたぞという、そういう風な時代に入ったんで、いくら貯めても、例えばじゃあ1億あったからって言って、あと残りの30年間とか40年間とかを、もしかしたら100歳まで生きた時に賄えるのかって言ったら、いや、物価が上がっていくと食い潰していくから足りないんじゃないのっていう現実があるし、もう一つは資産運用って何かにずっと投資をしてればいいわけじゃなくて、いろんなその社会情勢とか世界の環境とかが変わっていくにつれて、運用先を変えていかなきゃいけないよね。なんだけど、世界がますます複雑になってきているんだよね。宇宙も含めて考えなきゃいけないよとか、天候も含めて考えなきゃいけないよとか、なってくるし、あるいはその先進国だけじゃなくて、南側諸国も含めてみんながそのお金というものに対して考え始めてくると、膨大に人も増えてくるわけですね。そうすると不安定さがどんどん増していくんだ。そうするとね、資産運用でインフレになってお金の価値が下がっていくから、それ以上に運用効率を上げていかなきゃいけない。でも、不安定さは増している中で資産運用するっていうのは、すごくリスクが高くなってきている。逆にね、フィジカルキャピタルといったその自分の健康資産を高めるには、絶好の機会になってきて、それは何かっていうと、あらゆる分野で自分の DNAの解析も含めて、あるいはその慢性疾患が、日本の場合は慢性疾患ほとんどなんですけども、80% 以上が慢性疾患なんです。死亡の理由のね。要するになんか、引かれて死ぬとかね、そういうのはね、ほとんどなくて、昨日自動車教習所でさ、違反者講習受けてきたよね。違反者講習って 2時間もあるからさ、とても長いんだけどさ、なんでこんなに時間もあるんだよと思ったんだよ。でもね、全然死なないわけ。人って交通事故で。
なぜかっていうとさ、一つは車の性能がめちゃくちゃ上がって、もうセンサリングテクノロジーがすごいっていうことと、あとは医療技術が発達してて、昭和なんてね、何万人か死んでたわけ。1年間に。でも、今死なないからさ、そういう公安とかの問題ではなくて、医療技術と自動車のテクノロジーによって、人は跳ねられて死ぬ人もいるんだよ。いるんだけど、それは1万人とか全然低いわけになっちゃったわけ。で、何で死ぬかって、じゃあ年間100万人死んでる。何で死ぬかっていうと、それは慢性疾患で死んでるんですね。で、それってちゃんとトラッキングできる。最も日本が課題先進国といって高齢化が進んでるんだよね。高齢化の中でフレイルって言って弱くなっていったりとか、その慢性疾患もあるんだけど、徐々に死に至るわけです。ということはね、突然飛び出て死ぬわけじゃないんだから、予測可能性と対介入可能性っていうのがめちゃくちゃ高いわけなんだよね。で、それをトラッキングしていって、未病対策をしていく。そして自分のフィジカルを最適に保つ、五感もそうだし認知もそうなんだけど、保つような介入を設計していく。マネジメントにお金と時間を使っていった方が健康で元気な100歳になれるわけよ。今まではそこの介入がやっぱり個別化できなかったとかがあったんだけど、それができるようになった。で、もちろん創薬って言ってその薬の開発も、それこそザッカーバーグとその奥さん、プリシラかなが投資している会社とかも、創薬のベンチャーってなんか研究室とかってこうイメージこうやってさ、96個のマスにさ、顕微鏡でポツポツ入れてってさ、反応を見ながら新しい菌を見つけたとかさ、新しいタンパク質阻害する何らかを見つけたとかさ、やってるのを見たことあるじゃないですか。あれがいわゆる確率の問題なのね。その膨大な処理っていうのをやっぱり AI が一番得意なんだよね。なので生化学的創薬だったりとかの発見もこれから急加速していくわけだよね。そうすると、その体というものを健康でエネルギッシュに保つ。健康っていうのは病気じゃないっていうことじゃなくて、そのエネルギーの状態、認知を含めた状態と、それの持続する長さを僕は健康学の目標数値としているんだけど、そこに時間と金投じていった方が、圧倒的にコスパがいいなっていうふうに思うんだよね。これをできれば30歳前からやっていくことによって、で、一番大事なのは個別化なので、自分の状態をトラッキングしていく。で、わかんないかもしれないけど、徐々にトラッキングする変数を増やしていくことなんだけどね。最初はさ、睡眠の能力とかさ、乳酸値とかさ、年配の人になればなるほどさ、乳酸値がとかさ、血糖値がとか言い出すじゃない。若い時はさ、全然気にもなんないから、知識として入ってこないんだよね。で、病気じゃなきゃいいだろうと思ってるんだよね。で、そうじゃないんだよね。どういうことかっていうと、自分のポテンシャルをまず認識することなんだよ。脳がどれだけ知覚認知できて理解できるとかね。そういうポテンシャルと今の実態の差分っていうのが持って損してる部分じゃない。そこを埋めていくことがこの健康学の一番のポイントなわけよ。いや、ここまで使えるのに、ここまでしか使えてないです。ちょっと損じゃないですか。そういう部分の方が若い時はよりあるし、年を取っても実は意外と老いに合わせて直感が働くようになるから、直感の中で正しいものっていうのが判断できるようになったりとかするので、あるいはその感覚が鈍いことで美味しくなるもの、モルトウイスキーとかね、塩辛とかね、楽しみが増えるわけ。で、そういうののポテンシャルも測って、そしてそれを最適化していくということに対して、時間とかの使っていく。これがまず大事なんじゃないかなと思うわけ。努力しなきゃいけないんじゃないですか、それ。なんか自動でやってくれるんだったらいいですけど。いや、だから自動でやってくれるプロダクトを作ってるじゃないですか。ゼントラックとかね、ヘルスケアダイヤルとかね。今もうそういうデバイスいっぱい出てきてるから、もうデバイスつけとけば、フィードバックしてさ、レーティングして、スコアリングしてくれたりとかしてくれるから、健康科学に関しては成果はすぐ上がるよ。そんなね、ニーサ買ってる場合じゃない。ニーサいいんだけど、じゃないかなと僕は思うけどね。まとめると、要するに資産運用、いわゆる金融資産のフィナンシャルマネジメントよりは、フィジカルマネジメント、健康資産の運用の方がコスパが良くなってるっていう時代だし、僕はそれをやり始めてからすごい強い慢性疾患があったんだけど、もうほんと少しずつ稼働時間が増えたし、150歳まで生きたいなっていうふうに思うよね。最初の問いに戻ると、そんな長生きしたくないっていうのは、生きるための目的関数が埋まってないっていう状態なんだよね。で、それは、無理やり埋めるものだと思うんだ、僕は。もちろんね、今の経済環境の中で、結婚も結構大変だよねとかさ、非婚主義とかね、なってきてる。そういう自分が存在する
ための、生きていくための意味っていうものを与える何らかの生物とか、植物でもいいんだけど、あるいはその街をクリーンにすることでもいいんだけど、自分がコミットできる貢献対象っていうのを何でもいいから小さくても設計しなきゃいけない。まずそれがあるかな。それが6次元的っていうんだけど、愛を注ぐっていうか、自分の資源とか生命を削って与えたい対象のことを愛っていうね。分かち合うっていうのね。で、分かち合うってどういうことだ？相手が増えるってことは自分が減るってことだから、自分を犠牲にして相手の取り分が増える状況を選択することを愛っていうわけ。これを AI ができるかなって思うんだが、それの対象がレモン君だったら、例えばレモンの木だったりとか、棚子だったりとかするわけじゃないですか。それは結婚してね、子供生まれたら子供に関してはもっと多分愛情を注いで、目的関数としてぐーっとリッチになるっていうのは愛の次元であるよね。じゃあ自分が棚子とかメダカがいない、あるいは甥っ子がいない状況の中でどうやって設計したかっていうと、最適なクエスチョンがやっぱりジョブスの言葉で、明日死ぬとしたら今日何するかっていう質問で。僕は本当にその挫折して売却を事業を最初したのは35歳の時で、その時に実家に連行されて、休んでたんだけど、もうどうしようもないなこれはと思って、死ぬしかないかなと思ったんですけど、どうしてもね、じゃあ死ぬとしたら何を残したかって言った時に、貨幣論だけは書き切っておきたかったなっていうのがあるんだよね。それは自分にとっては道、つまり5次元的なレイヤーで、貨幣論をやっぱ10年とか15年とか考えてたから、それを形にしたいなっていうのが最後の願いで、それまで生きるかっていうのがあったな。今は世界見え方っていうのを一つの自分の意識論として、あるいは貨幣論として残したいっていうのがあって、それは自分の仕事だよね。仕事として、遺作として残したいなっていうのが、生きてる理由かな。で、その下になってくるともっと三次元的になってきて、まだマチュピチュ行ってないとか、宇宙に行ってないとか、そういう体験値になるんだけど、あとはね、その知的な欲求で知らないことがね、多いよねっていうので、4次元的な欲求があったり、知らない文化とか知らない人の考え方とかに、リスクがないんだったら触れたいじゃない。それは旅に出たいっていうのと同じことになるのかもしれないね。なので、3次元、4次元、5次元、6次元的には3層目、フィジカル、空間とか、で、4層目、価値観、いろんな価値観あるよねっていうのを知りたい。で、5次元、自分の仕事を完成させたい。で、6次元、自分の生命を分け与えたい相手がいるという次元。もしくは7次元、下脱だよね。空っていう、全く存在しないという状態になりたいっていう、そういう欲求がまだある。1次元、2次元見るときついんだ。さっき言ったように、その日本の構造を見ると、お金的にはGDP 伸びてないし、成長率もマイナスになっているし、パイは小さくなってくる。だから、1次元的な世界でぎゅーっと圧縮されていて、苦しいよね。で、2次元的なその構造ももうフィックスして新陳代謝が起こらないから、職がないとかね、友達作りづらいとか結婚しづらいとか、そういうように見えると思うので、1次元レイヤー、2次元レイヤーで考えると生きてることは辛いんだけど、まだ見ぬ世界、行ってない国、宇宙も含めて、あるいは見てない、知らない価値観で自分の仕事、そして愛とかっていうところに人間は知覚できるので、そこに焦点を合わせていくと、まだまだ人生は楽しいんじゃないかということと、最初に言ったようにフィジカルキャピタルに投資をしていくことによって、150歳まで生きると、どうやら火星にもね、行けそうなので、楽しいんじゃないかなというふうに思います。だから死ぬまでいい生を全うしようと思いました。もっと大切なものがね、見つかって、多層のレベルでね、7層全部で言語化してください。生きる意味を。宿題ですね。そんなところで今日はよろしいでしょうか。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。あと健康学のリンクでも貼ってないんですかね。健康学のね、ホワイトペーパーをじゃあ貼っときますね。はい。興味ある人は覗いてみてください。